アダルトチルドレンの人生というのは、辛いし過酷だし、誰もが嫌がる人生です。ちょっと嫌というレベルではなく、絶対に絶対に絶対に嫌な人生です。誰もが逃げたくなる人生です。それでも自暴自棄にならずに、逃げずに諦めずに、このように動画を見たりして、自分をどうにか変えようと頑張っている人は、自分の人生を引き受けているということです。この美しさは、愛されて育った人には絶対にわからない美しさだろうと思います。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルト・チルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。アダルト・チルドレンは、親の歪んだ価値観を受け継いでいる人が多いです。人生を楽しめない親の価値観を受け継いだ人は人生が楽しめなくなるし、心に問題を抱えている親の価値観を受け継いだ人は人生が地獄になるかもしれません。今幸せな人は別に価値観を変える必要はありませんが、もし生きづらいのであれば価値観を変える必要があるかもしれません。価値観が歪んでいる人でも価値観が変わるとだいぶ生きやすくなります。ただ、人は自分の価値観が歪んでいてもなかなか歪んでいるとは気づきません。気づかなければ直しようがありません。今日は価値観に焦点を当てて、生きづらい人が自分の歪んだ価値観に気づけるような、そして少しでも生きやすくなるような話をしていきたいと思います。1、アダルトチルドレンが価値観が歪む理由。2、アダルトチルドレンにありがちな価値観。3、歪んだ価値観があるとどのように苦しむのか。4、歪んだ価値観を持ってしまった人はどうすればいいか。5、アダルトチルドレンはこのような価値観に変えると楽になるのではという提案。6、ポイントの振り返り。7、そして最後はいつものようにすぐにできることのコーナーの順番で話します。理由がわかるとやるべきことが見えてくるので、まずは価値観が生まれる背景や価値観が歪む背景を見てみましょう。価値観は国や時代によっても違うし、同じ時代に同じ国に住んでいる人でも一人ずつ違います。例えば、アメリカは個人の権利が強調されますが、日本は協調性が重視されます。そうは言っても、日本も昔よりはだいぶ個人主義になってきています。例えば、江戸時代は個人よりも家族や村社会を優先し、結婚でさえ当事者の気持ちより家族の利益が優先されるほどでした。また、戦国時代は切腹が美徳にさえなりましたが、今の時代は自ら命を絶つことは決して美徳ではありません。このように価値観は周りの人や環境によって左右されるものです。価値観は周りの人や環境によって左右されるのだから、アダルトチルドレンは価値観が歪んでいる人が多いということも分かりやすいと思います。例えば、子供をアダルトチルドレンにしてしまう親は、心が未成熟で、心に何らかの問題を抱えている人が多いです。このような人は、大抵自分という存在に不安で、認知も価値観も歪んでいます。そして問題は、自分に不安な親ほど子供が頼りなく感じ、子供のためと思いながらも、自分の歪んだものを子供に植え付けてしまうことが多いです。というのは、子供は親に依存しないと生きられないので、自分の気持ちをないがしろにして全部親の意見に合わせて生きてきます。そして親の価値観が歪んでいたとしても、
その親をまるで全知全能であるかのように思っています。つまり子供は自分の行動が合っているかどうかを親の基準で判断します。こうなれば親の価値観が歪んでいればどうしたって子供の価値観も歪みます。さらに心が未成熟な親はありのままの子供を受け入れるのではなく、自分の思い通りに子供を操作しようとする傾向が強いです。つまり子供が自分の興味や意思のままに行動することを望まず、親の気分が良くなる行動をしろと子供に求めます。このような親子関係は愛情が足りていません。それでも小さい子供はどうにかして親から愛情をもらおうとします。でも、ないものはないので、どうしても望むほどの愛情をもらえません。このような環境の中で価値観を作れば、価値観はとことん歪んでしまいます。だからアダルト・チルドレンは人生が地獄になるほど価値観が歪んでいる人も多いです。それではアダルト・チルドレンにありがちな価値観を考えてみましょう。まずは自己犠牲的な価値観です。他人の欲求より自分の欲求を満たすのは悪。人様に迷惑をかけない人が立派。人の役に立てる人が立派。自己犠牲は美徳。このような価値観を持っている人も多いです。私はこの価値観が間違っていると言いたいわけではありません。場合によってはこういう意識もある程度必要だと思います。なのでこの価値観を持っていても楽しく生きられている人はそれでいいと思います。でもこの価値観に全体重が乗っていて心や体を蝕んでいる人にはこの価値観が合っていないのではと言いたいのです。みんなと同じ価値観が正解なのではなくて、自分に合った価値観が正解です。みんなと同じであっても、自分の心や体を壊す価値観は不正解です。今少し言ってしまいましたが、次はみんなと同じでないといけないという価値観です。例えば、みんなと違う人は恥ずかしい人、パートナーのいない人は価値がない人、このような価値観を持っている人も多いです。人生の目的はみんなと同じになることではありません。楽しむことです。さらに、成果主義的な価値観の人も多いです。例えば、仕事ができる人が価値がある人、社会的に成功している人が価値のある人、人間の価値は人生で何を成し遂げたかによって決まる。このような価値観を持っている人です。人によっていろいろですが、他にもアダルト・チルドレンが陥りがちな生きづらくなる価値観はたくさんあります。例えばある人は、ブランド物は価値があるけど、それ以外のものは価値がないと感じるかもしれないし、別のある人は仮に目隠しして食べたら味の違いなどわからないのに、回らない寿司には価値があるけど、回る寿司には価値がないと感じるかもしれません。つまり、高価なものには価値があるけど、安いものには価値を感じない人もいます。別のある人は、容姿が美しい人は価値があるけど、そうでない人は価値がないと思うかもしれません。さらに、年下を見下す人もいるし、子供を見下して、子供のくせになんてこと言うのと、年下や子供はまるで価値がない人間のように扱う人もいるかもしれません。逆に、親を憎んではいけない、年上は偉い、このような価値観を持っている人もいるかもしれません。他にも、男性はこうでなければいけない、社会人はこうでなければいけない、
母親はこうでなければいけない。子供は親孝行をしなければいけない。と、自分で自分をがんじがらめに縛る価値観を持っている人も多いです。アダルトチルドレンは、これ以上心を縛るのは危険です。危険というのは、病気になってしまうかもしれないということです。なるべく自分を自由にしてあげましょう。では、価値観が歪んでいるとどのように苦しむのか見てみましょう。我々は価値観を通して思考するので、価値観が歪んでいると自分を苦しめることになります。例えば、自己犠牲は美徳、親を憎んではいけない。このような価値観がある人が、その価値観を通して思考すると、自分の人生を生きることや、本心のままに感じることは、自己中心的なことをしているように感じて、ブレーキがかかるかもしれません。また、心の底では、自分を犠牲にする生き方はおかしいと気づきながらも、その生き方を維持してしまうかもしれません。つまり、自分を優先にすることや、本心に従うのが怖いだけなのに、自分の欲求を満たすことは自己中心的だと考えるかもしれません。このように価値観が歪んでいると、自分を追い込むような、抑うつ的になるような、心を壊すようなことを考えやすくなります。次に、みんなと違う人は恥ずかしい人という価値観がある人にありがちな思考を見てみましょう。俺は社会的不適格者だ。私はここにいてはいけない存在だ。このように考えるかもしれません。これも自分を追い込むような、抑うつ的になるような、心を壊すような思考です。このような人も人生を上手に生きられない親の価値観を受け継いでいるのかもしれません。次に、人間の価値観は人生で何を成し遂げたかによって決まる。このような価値観を通して思考すると、一流企業に勤めさえすれば、社会的に成功さえすれば、幸せになれると間違って思い込みやすくなります。こうなると、そうなることに固執し、そうなれない自分をひどく蔑視します。さらに、遊ぶのは悪いこととし、だらだら過ごしただけでも自己嫌悪をしたり、常に努力をしていなければいけない。大人ならこうでなければいけない。と心に負担をかけるようなことをいつも考えて自分を追い込むことになります。この生き方も辛い努力ばかり頑張って楽しいことは何もしないという状態に陥っていきます。そのうちドーパミンが出なくなって楽しむ能力がなくなって抑うつ的になっていくかもしれません。そもそも幸せの条件は一流企業に勤めることや出世することや結婚することではありません。一流企業に勤められて出世して結婚できてもありのままの自分を受け入れる能力とかコミュニケーション能力とか自分の人生を生きられる能力などがなければ会社は続かないかもしれないし、良い生活も続かないかもしれません。一流企業に勤めて幸せになる人もいるし、出世して幸せになる人もいるし、結婚して幸せになる人もいますが、一流企業に入って落ちこぼれる人もいれば、出世して燃え尽き症候群になる人もいれば、結婚して配偶者とのトラブルでうつ病になる人もいます。このように歪んだ価値観のせいで、こうなれば幸せになれる、こうなろう
と思って間違った方向へ進んでしまった結果、人生を地獄にしてしまう人たちもいます。今の不幸になる性質であれば、一流企業に行かない方が、出世しない方が幸せという人もいます。いろいろな生きづらくなる価値観を見てきましたが、苦しんでいる人は何かに失敗して苦しんでいるように感じますが、このような人は何かに失敗して苦しんでいるのではなくて、自分の価値観で苦しんでいます。では、歪んだ価値観で苦しんでいる人はどのようにしていけばいいでしょうか。アダルトチルドレンで歪んだ価値観を持ってしまった人は、親にこういう価値観を持つといいよと教えてもらったのではなくて、ただ親の心理的未成熟や親の自己防衛を受けて価値観を歪ませてしまった人が多いです。そうであれば、それは初期設定です。初期設定は大人になったら変えるべきです。そのためにはまず、価値観の歪む原因のところで、価値観が歪んだのは、価値観が歪んでいる親に依存していたからだと言いました。ということは、初期設定を変えるには、その準備として依存心を克服しておく必要があります。過去のように他人の意見で自分の行動を決めようとしていたら、新しい自分に変えることはできません。自分のことは自分で決める。自分の人生は自分が責任者という強い気持ちになることが必要です。強い気持ちを持ったら、自分を生きづらくしている価値観を探してみましょう。そうは言っても、どのような価値観が自分を苦しめているのかなかなか気づけません。そうであれば、自分がひどく落ち込んだり、メンタルがやられた時に、なんでこんなに落ち込んでいるんだろうと考えてみてください。落ち込むには、何かに失敗したとか、誰かに負けたとか、何かきっかけがあると思います。仮に失敗しても誰かに負けても全く気にしない人もいます。それなのにひどく気にしている自分に気づいたら、自分はどんな価値観を通してそのきっかけを見ているのかと考えてみてください。そしたら、もしかしたら自分には結果を出さなければ生きている価値がない、このような価値観があると気づくかもしれません。そのように気づいたのであれば、結果を出さなければ生きている価値がないとあなたに思い込ませたのは誰かと考えてみてください。次に、それは正しかったのかと考えてみてください。そして、違う親に育てられていたら、今とは違う価値観を持っているのではないかと考えてみてください。親だって人間ですので、間違えていることは多いです。でも、小さい子供は、親をまるで全知全能であるかのように感じます。大人になったのであれば、大人の知恵を持って親を点検してみてください。全知全能どころか、間違いだらけだと気づくかもしれません。間違いだらけをまるで全部正解ということにしてきたということに気づくと、新しい道が見えてきます。また、価値観の歪む原因のところで、価値観は周りの人や環境によって左右されるものとも言いました。価値観は新しい出会いによっても変わる可能性があります。アダルトチルドレンは
アダルトチルドレンのそばに行きたくなる傾向があるのですが、なるべくそうするのではなく、自分が取り入れたい価値観を持っている人のそばに行きましょう。新しい人の出会いや自分と違う価値観と接していくことで、自分の行き過ぎた価値観を薄めたり、変えやすくなります。そして価値観は一瞬で変わるものではないので、時間をかけて少しずつ変える努力をしていく必要があります。では、どのような価値観を持つと生きやすくなるのか考えてみましょう。価値観は生きやすくなる価値観と生きづらくなる価値観があります。アダルトチルドレンは生きづらくなる価値観を積極的に変えていかないといけません。いくつかアダルトチルドレンにおすすめの価値観を出してみようと思います。人間の価値をお金持ちかどうか、容姿が整っているかどうかで測る人もいますが、このような人はご馳走してもらっても金額が安いものだと不満になります。容姿が整っていない異性には冷たい態度を取る人もいます。このような人は幸せに感じられる状況でもイライラしたり、人生を貧しくしています。親しい人がいる価値とか、心の触れ合いのある価値と比べたら、お金とか容姿などはとても小さいことのように思います。お金はなくても心を大事にする人の方が幸せを感じやすくなるし、人生が豊かになります。また、アダルトチルドレンは人生を楽しめない親の価値観を引き継いでいる人も多いです。つまり自分に厳しすぎる人が多いです。例えば、美味しいものを食べるのはお金がもったいない。遊ぶのはお金がもったいない。おしゃれに使うお金はもったいない。自分にお金を使うのはもったいない。このような価値観を持っているかもしれません。これでは人生から楽しいことはなくなり、何のために生まれてきたのかわかりません。人生は修行の場とか苦しむための場ではなく、遊ぶ場、楽しむ場という価値観に変えることをお勧めします。一気に180度は変わらないので、まずは自分の行き過ぎている価値観を薄めることを目指しましょう。それから、立派とは一流企業に勤めることでもなく、社会的に成功することでもなくて、自分の人生を引き受けることではないでしょうか。アダルトチルドレンの中には、生きている意味などないと自暴自棄になり、いつまでも自分の人生を引き受けずに周りに迷惑をかけるだけの人もいます。それだけアダルトチルドレンは過酷な世界に生きています。人生がハードモードなので、この人生を引き受けたくないし、日常生活でも人よりうまくできないことも多いです。だから価値がないのではありません。そんなとんでもないハンデを背負っているのに、諦めずに自分をどうにか変えようと頑張って勉強している人は、とても価値のある人間です。アダルトチルドレンの人生というのは、辛いし過酷だし誰もが嫌がる人生です。ちょっと嫌というレベルではなく、絶対に絶対に絶対に嫌な人生です。誰もが逃げたくなる人生です。それでも自暴自棄にならずに、逃げずに諦めずに、このように動画を見たりして、自分をどうにか変えようと頑張っている人は、自分の人生を引き受けているということです。
この美しさは愛されて育った人には絶対にわからない美しさだろうと思います。そんな一流企業がどうのとか、社会的に成功しているからすごいだろうという価値観とは比べ物にならない美しさです。このようなことを認める価値観へ変える努力をすることをお勧めします。では、ポイントを振り返ります。価値観は国や時代によっても変わる傾向があるように、周りの人や環境によって左右されます。なので、友達や学校の先生などから影響を受ける人もいますが、やはり一番大きいのは、小さい頃に依存し愛を求めていたり、一緒にいる時間が長かった親からの影響です。アダルトチルドレンを育てる親というのは、心に問題を抱えている人が多いですが、心に問題を抱えている親は、長い間不幸の人生を生きています。長い間不幸だと、幸せになるのが難しいと感じます。諦めてしまっている人も多いです。他にも、心が未成熟な親は、自分は何かが欠如していて劣った存在と感じている人も多いです。つまり、心に問題を抱えている親は認知や価値観が歪んでいます。問題は、このような親に育てられた子供がどうなるかということです。小さい子供は、親が間違っている、親の価値観は歪んでいる、などとは考えられません。親は絶対的に正しいと感じ、親の基準に合わせようとします。こうなれば簡単に子供の価値観も歪みます。アダルトチルドレンは価値観のせいでとても生きづらい人も多いし、人生が地獄になっている人もいます。でも価値観は自分と一体化しているものなので、無自覚で生きていれば、歪んでいてもそれが歪んでいるとは気づきません。生きづらいのであれば、自分の価値観は歪んでいるという前提に立って、一度じっくり点検してみる必要があります。ひどく落ち込んだ時や、メンタルが参ってしまった時は、歪んだ価値観を見つけるチャンスです。例えば、あれもしなきゃこれもしなきゃといつも焦っていて、息抜きも楽しいこともせずに生きていたためにメンタルが参ってしまったとします。そのような時は、どのような価値観があったら遊ぶのは悪いこととし、息抜きをするだけでもひどく自己嫌悪に陥るのかと考えてみてください。このような人はもしかしたら、結果を出さない人はダメ人間というような価値観があるのかもしれません。生きづらい価値観の正体が見つかったら、なぜそのような価値観を持ったのか考えてみてください。もしかしたら誰かに優秀でないと怒られたり嫌な顔をされた経験があるのかもしれません。そのような経験があるのであれば、その怒った人はなぜあなたが優秀でないと不機嫌になったのか、じっくり考えてみてください。じっくり考えると、親は自分に不安で、その不安を通してあなたを見ていたとか、優秀な子供を持ちたいのに子供が優秀でないから怒ったとか、子供のためとは言っていたけど、もともと親は人生を楽しんで生きられない人だったので、楽しく生きられない価値観を受け継いでしまったとかが見えてくると思います。真相が分かってくると、その価値観を維持するのが馬鹿らしくなってくるかもしれません。冒頭で、アメリカは個人の権利が強調されるけど、日本は協調性が重視されると言いました。
だからといって価値観は人それぞれです。日本人は個人の権利を選択してはいけないというものではありません。その他の価値観も同じことです。今の価値観が自分を苦しめているのであれば、自分に合った新しい価値観を採用して生きていきましょう。アダルトチルドレンが生きやすくなるためには、価値観の再設定はとても重要です。例えば、成果や結果が出せないと価値がない人間と感じて頑張りすぎてきた結果、心が壊れてしまった人は、成功を目指すのではなく楽しもう。できるだけ好きなことをして生きよう。自分なりに生きよう。このような価値観の方が向いているかもしれません。合う合わないは人それぞれなので、もちろん押し付ける気はありませんが、自分に合う、楽になる、そして人生が楽しくなる、このような価値観を探してみてください。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、自分の内なる声を聞いてみようということです。人は本性ではこうしたいと思っているのに、規範意識や価値観に縛られて、内なる声のこうしたいという声をかき消していることが多いです。いつも内なる声より規範意識や価値観や人の顔色を優先していると、そのうち自分の気持ちがわからなくなってきます。なので、今あなたはそれをしていますが、本当にそれをしたいのか、自分の心の奥の奥に聞いてみてください。時間をかけてじっくり聞かないとわからないかもしれません。例えば、あれを成功させたい、結果を出したいと思っているとします。そうであれば、それが自分の本当の本心だと思っているということです。その上でもう一度、それは本当に内なる声ですかという質問です。なかなか本心ではなかったとは気づかないと思います。でも、本当に内なる声ですか？それは自己実現的なこうしたいという声ですか？歪んだ価値観からのしなければいけないという義務感ではないですか？アダルトチルドレンは本当はもっと楽しく生きられるのに、自分で自分を必要以上に縛っている人が多いです。そしてそのことに気づいていません。自分を縛っているものは、例えば歪んだ価値観もその一つです。人生は苦しむものではなくて楽しむものです。自分の根っこにある価値観や信念が変わると、パラダイムシフトが起こり、世界が変わって見えてきます。今生きづらい人は、価値観を変えることはとても大切な作業です。パラダイムシフトでアダルトチルドレン改善方法、アダルトチルドレンの中核的信念、インナーチャイルドを救えという動画も参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。最後までご視聴ありがとうございました。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。